バストは大きいけど他は細い人。バストはないけど肉付きがいい人。背が小さい人、大きい人。世の中の服のサイズ S、M、L サイズに体がぴったり収まらないで悩む人は少なくない。そして私もそのうちの一人だ。きつい。あっちを直せばこっちがこうで、こっちを直せばあっちはで、わからないよ。でも諦めないぞ。今日はこれから3度目の原型作りに本腰を入れて挑戦したい。原型とは何ぞやというと、自分の体にぴったり合った服をデザインする前の土台で、これを型紙に起こしたもののこと。この原型をもとに、ダーツを取ってギャザーをつけたり、襟をつけたり、服をデザインする。つまりこの原型があればどんなデザインの服を作っても体にフィットする服が作れるのだ。基本的に売られている服も標準的な S、M、L サイズの原型からデザインして服にしているわけだけど、問題はこの標準的なサイズだ。例えば私は背が大きくて手が長い。二の腕も太く骨太がっちりタイプだ。その割にバストはとっても小さい。L サイズを買うとバストが緩く、バストに合わせると袖ぐりがきつく、袖も裾もツンツルテンになる。体のどこかに合わせると他の部分のサイズが合わなくなる。つまり売られている服で私の体に合うサイズはないのだ。サイズが合わない服は悲しいことに着心地が悪い。だから原型を作ってこれからは自分の体に合う服だけを縫っていくのが目標なのだけれど、実は過去に2回原型作りにチャレンジしたことがある。1回目はちょっときつかった。2回目はバストがまだ緩くっていまいちフィット感に欠けていた。失敗している理由は明らかだった。原型を作ったら必ず仮縫い試着し、サイズが合わないところを補正試着という地道な工程がある。それをやらないで作っていたからだ。仮縫いの方法もわからなかったし、補正が一人だと難しそうで今まで避けていたのだけれど、2回も失敗してもう避けられないと今回重い腰をやっと上げた。原型の描き方の本を見ながら、まずは自分のバストサイズを基準に原型の型紙を引いていこう。バストに合わせたものだからきっと他の部分はきつくなるだろうね。そんな予想だけど、とりあえずこれを組み立ててきてからだね。よーし、とりあえず原型の型紙ができたから、
この間娘たちのエプロンドレスを縫った時の生地が結構余ったから、それで仮縫いしてみようかな。まずは原型の出来上がり線を写して、裁断は縫い代を多めに切って仮縫いしてみよう。仮縫いのやり方も手探りだ。とにかく縫って試着してみよう。やり方は間違ってても、最終地点が自分の体に合うように原型が作れたらいいんだからね。頑張ろう。生地も切れたから早速仮縫いしてみよう。手縫いでチクチクと。仮縫いだけど手縫いで服を縫うのはなんだか新鮮だ。胸のダーツが縫えた。あ、そうだ。何にも考えてなかったけど、試着するんだったら、これじゃ頭が通れなくて着れないね。前身頃で開かなくちゃだ。前中心で切って、一応見返しをつけとこう。まずはウエストのダーツは縫わず試着してみよう。前を合わせて、袖をつけないとよくわからないな。でも袖ぐりがきつそうな予感だ。とりあえずウエストダーツも縫おう。ウエストのダーツを縫って試着。袖がない分には動けるけど、きつい感じがするな。脇を広げてみようかな。ほどいて5ミリ外を縫ってみるか。独学洋裁の補正初心者の私には脇を広げて縫うというのが一番理解しやすく簡単な補正だ。もしかしたらそれが落とし穴になるかもしれず怖いけど、やれることからトライしていこう。さっきより5ミリ両脇広げて試着。こんな感じに変化。トータル2センチゆとりが出たけど、とりあえず今は OK かな。袖をつけてみよう。脇が広くなった分、袖も修正して仮縫いして着てみよう。これはきつい。苦しい。袖をつけた途端いきなりすごく苦しいぞ。これはどうすればいいのだろうか。煮詰まった。完全に煮詰まった。窮屈なんだけど、
どこがどう窮屈かがわからない。昨晩からいろいろな本やネットで補正の方法を調べ続けているけれど、どこをどうすればいいかわからない。問題は後ろ身頃側の袖周り？後ろだから鏡も見にくいし、考えても調べてもわからないから、とりあえず今まで作ってきた服で着心地とフィット感が良かったもの、ちょっと窮屈だったものなどなど、型紙全部の様々なパーツをひたすら測ってみて分析してみよう。バスト、ウエスト、袖ぐり周り。数字を比較していったら何かわかることがあるかもしれない。いろいろ測って分析してみて、なんとなく身幅はこれくらいないと苦しいんだなとか、袖ぐりは何センチ以上は欲しいとか分かった気がする。とりあえず身幅を足したり、袖も修正してもう一度最初から仮縫いしてみよう。縫ったりほどいたり書き直したり、原型作りって時間かかんだな。身幅を冷やして袖を直して試着完了。後ろがダボっとした割にまだ背中の窮屈感が取れてない。型紙を分析していい具合の数字にそれぞれの長さを合わせるだけじゃダメってことか。前身頃は今のところ問題なさそうかな。もっと立体的に考えないといけないのかもしれないね。私は二の腕が太くて背中が厚いから、この部分の尺が足りてないんだろうか。ちょうどこの後ろ袖ぐりの真ん中らへんを開いてみようかな。ここが開くということは、袖ぐりがその分大きくなるから、袖山の方も修正しないとだな。袖ぐりは滑らかなカーブになるよう引き直して型紙を修正したらまた仮縫いだ。4センチくらい足したのだけどどうかな。きつくても何センチ広げればいいのか、そういう塩梅が難しいな。後ろ身頃上部に布を足して試着完了。確かにちょっと動きやすくなったけど、4センチは足しすぎたみたいだ。布がここ余ってる。この感じだと2センチくらい足せば良さそう。それを置いといてもまだ窮屈さが取れない。肩幅かな。肩幅を広げれば胴回りもゆとりが出て動きやすくなるかもね。またお直しだ。肩幅を1センチ、前と後ろ身頃で開いて、さっき足した分も4センチから2センチに減らす修正をしよう。黄色生地も足りなくなってきたから、仮縫いも継ぎはぎでしちゃおう。だいぶ良くなったかな。ちょっと継ぎはぎしすぎたのと、
疲れて仮縫いも雑になってて、正確に把握できない感じだけど、だいたい良さそうかな。正直試着もしすぎて、きついのか良くなったのかもわからなくなってきたぞ。とりあえずこれで服を作ってみて判断してみようかな。だいたい体に合ってると思われる原型が出来上がったから、これでちょっとデザインを加えて普段着で着れるブラウスを作ってみようかな。原型のチェックが目的だから、なるべく原型の形を崩さないようなデザインがいいのだけれど、ウエストラインから15センチくらい伸ばしたこんなシンプルなブラウスにしよう。襟ぐりも原型のまま触らずに、脇が 1.5 センチくらいキュッとなる分、ダーツの幅はその分狭くなるだけ。それじゃあ原型をもとに縫い代をつけながら、この本通りに製図して型紙を作ってみよう。ダーツの幅は少し狭くなるだけだね。製図と聞くと難しそうで敬遠しちゃうのだけれど、原型から何センチ伸ばす、縮めるの小さな積み重ねだから、焦らずゆっくり一歩ずつやれば出来上がっていくはず。秋の仕様は悩んだんだけれど、ボタンホールや見返しを作るのが面倒だから、ファスナー開きにした。肩から袖口までの袖の幅は本にある通り、標準的なすぼまり具合にしておこう。よし、型紙が完成。裁断していこう。このかわいい水玉ガーゼで作ろう。今日は長女と息子がコーヒーとチョコラテを作ってくれるそう。嬉しいな。ありがとう。仕立てていこう。
ダーツが前身ごろ後ろ身ごろ全部で12本。そこから縫っていこう。これで晴れて原型ができたら、こういうデザインは原型から何センチ伸ばすよ、縮めるよなどというデザインの製図方法の解説本片手に自分の思い描く服がサイズぴったりに作れるんだもんね。可能性も広がるね。後ろ身ごろの背中心を縫おう。縫い止まり上までは粗めミシンで、縫い止まり下は普通のミシン目で縫おう。縫い代を開き、ファスナーを仮縫いだ。コンシールファスナーがこれしか家になかった。この長さで足りるかな。背中心にファスナーの中心を合わせて、縫い代に仮縫いしていこう。ファスナーをミシンで縫い付けよう。縫えたら先ほどの仮縫い糸を取ろう。肩を縫おう。両脇を縫おう。襟ぐりをバイアステープで処理しよう。襟ぐりのカーブに切り込み、縫い代を隠すようにこう折って端を縫おう。袖を作っていこう。袖下を縫おう。袖をつけよう。袖口にギャザーミシンをして少し袖口をすぼませよう。空きのないカフスをつけよう。変な縫い目があるのは後から長さが足りないのに気づいて継ぎはぎしたから。こう中表にして筒になるように端を縫おう。カフスの表を袖の裏に合わせて
縫い合わせよう。今度は表側に倒して、縫い代を隠すようにしてぐるりと縫う。裾はまだ念のため縫わずに試着してみよう。完成したのだけれど、やっぱりフィット感がいまいちだ。一番最初の補正で脇を足しすぎた名残か、余計なゆとりがあるな。そして前身頃のバストらへんもちょっと大きすぎるな。ブラウス的には OK だけれど、原型視点だとまだダメだ。試しに前中心を少し縮めてみよう。裾も縫って、どうかな。まあ前はこうした方がやっぱりすっきりするな。でも脇の余りが気になる。もっと脇に沿うはずだよね。そして背中や二の腕周りは、窮屈さはそんなにないけど90点ぐらい。100点を目指したい。あとバストも余ってるから、こうつまんでここの部分を取り除いた方が良さそうだ。さあ最後もう一踏ん張り。あえてこのブラウスを今着ながら着心地を確認しつつ、全部踏まえて補正して原型を作り直そう。バストの余ってた分を2センチここを縮めて、最初につけてしまった余計な脇を前も後ろもカット。背中の着心地の改善方法は未だにわからなかったから、いろいろと本やネットで調べて一つずつ試していった。その度にほどいて縫って型紙修正の繰り返しで、本当に根気のいる作業だった。これで改善されますように。でも結局これも失敗。背中、肩周りの動きやすさがまだ100点じゃない。肩後ろに変な空間ができてしまった。ひょっとしたら肩幅がまだ足りない？肩幅を開いたら身幅周りにゆとりが出るし、良くなる？最初1センチ肩幅を開いたのに加えて、もう1センチ、合計2センチ肩幅を開いた。脇で広げるのではなく、肩幅なら綺麗にラインが出るのかな。原型作りは本当に道のりが長かった。そしてついに原型完成です。脇もすっきりしたし、窮屈さも全部なくなった。修正して縫ってほどいて、たくさん繰り返して回り道だったけれど、いろいろ試したからこそ、こうなったらこうなるというのがとっても勉強になった。体にフィットしても動きやすいは実現可能なのか。1週間諦めずやり続けてよかった。このブラウスももちろん着ますよ。